シームポケットを丸くくり抜いたポケットにする方法を説明します。シームポケットを縫うよりも難しそうで意外と簡単で、ちょっとデザインポイントになるので丸くくり抜いたポケットにしてもいいと思います。まずは、シームポケットのある位置、この部分だけ移します。ここがシームポケットのポケット口になります。これとこれの真ん中を好きなだけくり抜いたらいいんですけど、今回は 3.5 センチでくり抜きます。ここの形も好きな形でいいです。まず半分を描きます。ここのこの部分が見える部分になります。まず半分を描いたら、あと半分は折ってスレッドでなぞると上下が対称になります。これでポケット口が決まりました。あとは向こう布と向こう側にあるポケットの袋布と手前側にある袋布を型紙を取ればいいです。これも手を入れるものにもよるんですけど、手を入れてちょうど良い大きさにしていきます。元の型紙があったらポケット口以外はそのまま使っても良いと思います。ちなみに私はこの下のところから約10センチ、奥行き一番深い部分で15センチぐらいの型紙になってます。こんな形になりました。これで向こう側の布と袋布の型紙を取っていきます。向こう側はくり抜いてない形で写します。紙を2枚重ねて出来上がりを上に乗せてルレットをすると簡単に取れますね。2枚一緒に。ルレットの跡があるのでなぞります。チャコペーパーを持っておられる方はチャコペーパーを間に入れてルレットをするとこの写す手間は省けると思います。
り抜いてないものが向こう布になります。ここは脇線と平行での地の目がで、袋布もルレットの線をなぞっています。脇の縫い代1センチ、袋布はくり抜く方なので、くり抜く部分に縫い代を1センチつけます。これも脇と平行の地の目でこれは一応土台なんですけど、土台もここで切ります。ちなみに今回はこういうワンピースのこの部分だけを差し替えて部分縫いで作ってみようと思ってます。これで型紙が完成しました。今回は部分縫いなので、これがちょっと土台の、ものということにして、袋布がこう来て、向こう布がこういう風になって、向こう布がちょっと見えるっていう形になります。土台の布と袋布は仮縫いの布のシーチングで縫っていきます。向こう布は分かりやすいように柄物の綿の布で縫っていこうと思っています。まずこれで裁断をします。ずれるといけないので落ち葉でよはちょっと部分的ですが、後ろ身ごろの脇も裁断しておきます。右身のみ裁断したんですが、これでパーツが揃いました。
これで縫っていこうと思います。ポケット口に伸び止めテープを貼りました。これで袋布と中表で丸い部分を縫っていきます。1センチ幅です。ポケット口を1センチで縫ったら、縫い代を半分に切ります。半分に切ったらカーブがきれいに出やすいように切り込みを結構細かめに切り込みが入れられたらひっくり返して袋布側ではなく表側の方に向かって縫い目が1ミリ見えるようにアイロンをかけます。これをすることによって裏側が1ミリきれいに控えられるようになります。で、ひっくり返してみます。繰り返すとさっき1ミリずらした分が裏側の控えになってきます。これで1ミリ控えてもう一度アイロンをかけて整えます。綺麗な丸ができました。これでこの周りに5ミリのステッチをかけます。5ミリでステッチがかかりました。これで向こう布を取り付けてポケット周りを縫います。ポケット上下のこの袋布と表地がバラバラならないように仮止めをしておきます。これで後ろ身ごろと合わせて縫っていきます。あとはロックミシンをかけて縫い代を後ろ側に倒すと完成です。縫い代を後ろ側に倒します。これでよいしょ。糸が出てる。これで丸い形のポケットが完成しました。向こう布は共布でもいいし、こういう風に配色の布を使うと
これもまた楽しく洋裁ができると思います。あとこれの簡単なところというのは、シームポケットだとこの角が合わないとちょっとみっともないっていうことがあるんですけど、このポケットはそういうことを気にせずに縫えるので、初心者さんにも簡単にポケットができて、なおかつおしゃれっていうことでいいと思うので、是非やってみてください。